逆転検事2宇宙からの逆転第4話。みつるぎさんってば。気づいたっす。おいケニーさん、ここは。大丈夫かみつるぎ。ああ。どうやら後ろから誰かに襲われたようだな。俺が来たらもう倒れてたぞ。背後から羽交い締めにされて揉み合っているうちに倒れた頭をぶつけ気を失ったようだ。大丈夫なの？ああ、なんとか。一体誰にやられたんですか？犯人は？いや、いきなり後ろから襲われたのだな。やはりは誰か見なかったか？俺？全然何も見てないぜ。何を慌てている？いや別に、とにかく誰も見なかったって。俺が駆けつけた時にはもう三剣が倒れてたんだ。もしかしたら宇宙人の仕業かもな。宇宙人か。で、屋台は？屋台なんてなかったっすよ。何？屋台がなくなっているだと？ここにあった屋台はどうしたのだ？屋台を見つけたの？どうやって？それはなるほど、屋台は2台あったってわけか。昨夜消えた屋台は窃盗団のものだ。やはりの屋台は元の場所にあると推理し、確かにここで見つけたのだが。でもここには何もなかったっすよ。俺が来た時には何もなかったし。誰かが持ち去ったということか。確かに台車に乗せれば移動はそんなに難しくないだろうが、一体誰が？三剣検事を殴った犯人っすかね？そう考えるのが自然だろう。一体誰なんでしょう？もしかしたら宝石窃盗団の残党がいたのかもしれねえな。やはり私を見つけた時誰か見なかったか？そういえば逃げていく人影を見たような。おかしいな。何が？さっきは誰も見なかったと言ったぞ。あれ？そうだっけ？何か変だな。そうね。いや全然変じゃないぞ。すごいどもってますね。ますます怪しいっす。なんでみんな。やだな、そんなに俺のこと見んなよ。やはり何を隠している？ギク何も隠してないぜ。怪しいわね。まさかあなた宝石窃盗団の一味なんじゃないでしょうね。なんで俺が？怪しいといえば、そもそも宇宙人に屋台を盗まれたというのもおかしいわ。ありえない証言をして捜査を攪乱しようとしていたと考えられなくもない。俺そんなことしないって。宝石なんて知らねえよ。一応調べとくか。ちょっと身体検査させてもらうぜ。草がたいて。これは？それ指輪じゃないですか？まさか盗品っすか？ちょっと見せてみろ。これは盗品の中にあった一つと似ているわ。やはりさん、なんでそんなもの？まさか。なんでみんなそんな目で見るんだよ。違うって。この指輪は違うんだ。三剣、なんとか言ってくれよ。自業自得だな。いい加減な証言をするからだ。そんなこと言わないで。なんとかしてくれよ。仕方のないやつだ。あなたにこのバカの無罪が証明できるの？やってみるとしよう。まずやはりが犯人と仮定した場合の根拠は？捜査を攪乱するような証言、そしてこの指輪という物証。容疑は濃厚だわ。待った！確かにやはりの証言はめちゃくちゃだ。だがもしやはりが犯人の一味だとしたら、
わざわざ検事の私に自ら嘘の証言をしに来る必要があるだろうか。黙っていればやはりが関わっているとはわからないというのだ。異議あり。捜査を攪乱するためだと言ったはずよ。嘘の証言で捜査を攪乱し時間を稼いでいるのかもしれない。何のために？隠した宝石を安全な場所に移動させるためでしょうね。だが今回消えたのはやはりの本来の屋台だ。窃盗団が宝石を隠したのはもう一台の別の屋台だと考えられる。甘いな。その兄さんが窃盗団の一味だったとしたらその前提も全て覆る。自分の屋台にも盗品を隠していたと考えるのが自然だ。ダメだ。二人の推理には隙がないようだ。このままではやはりが犯人であるという推理を覆せない。他に証拠がなければ。そんな本当に違うんだって。俺はただあの屋台を見られたくなくて。あ、何？それはどういう意味だ？それは言えない。言いたくない。この後に及んでそんなことを。だって恥ずかしいんだよ。恥ずかしがっている場合か。恥ずかしいもんは恥ずかしいんだ。往生際の悪いやつだ。だが今のお前の態度で分かった。貴様が言えないのなら私が説明してやろう。やはりは窃盗団の一味ではない。だが私が発見した屋台を奪ったのは貴様だ。じゃあ三剣さんを襲ったのはやはりさんなんですか？襲ったわけじゃないぞ。ただあの屋台を見られたらまずいと思って後ろから三剣の目を塞ごうとしたら勢い余って倒しちゃったんで。それで転がっていた石に頭をぶつけて気絶したってわけね。でもなんでそんなことをしたっすか？あの屋台に見られたくないものがあったのだろう。それは盗品の宝石じゃないのかい？そう、さっきの指輪ね。あれは盗品ではない。見張るとやらへのプレゼントだろう。三剣、なんでそれを？見張るというのが先ほどの電話の相手だな。そして先ほどの電話で彼女には振られたのだろう。あんた振られたっすか？図星みてえだな。やはりは彼女にプロポーズしようと思っていた。指輪は婚約指輪のつもりだったのだろう。なんでそこまでわかるんだよ。お前は先ほど私にスピーチを頼むことになるかもと言っていた。スピーチというのは結婚式のスピーチのことだ。そう考えれば全てがつながる。そして屋台にはきっと指輪以外にも何かそれにまつわるものがあった。屋台に人生をかけていると言っていたのはそのことだろう。だがさっきの電話で彼女に振られてしまって全て必要なくなってしまった。いやむしろ隠したかった。だから屋台ごと全てを隠したのだろう。そこまで分かってしまうとは。三剣、なんて恐ろしいやつ。なんだ、犯人はやはりさんで、だけど一連の事件とは無関係だったんですね。人騒がせな。やはりさん、どうして振られちゃったんです？それは俺の方が聞きたいよ。泣くなら後にしろ。屋台はどこに運んだのだ？ちに。よし、行ってみるとしよう。ありましたよ、屋台です。この屋台で間違いないか？間違いありません。なんか容疑者みたいっすね。ちょっと待って、調べるわ。確かにここにあるのはただの殿様まんじゅうね。やはり窃盗団のお宝は別の屋台か。爆弾もそこにあるのかしら。そういえば爆弾もまだ見つかってないっすね。物騒っす。あれ、のこちゃん何持ってるの？カバン？そのようなカバン
先ほどまでは持っていなかったのでは？これはさっきあっちで拾ったっさ。交番に届けようと思って。あんたも警察だろ。まずは中を確かめたらどうだ。そう言われてみればそうっすね。じゃあ開けてみれっさ。あ、これってどこかで見たことがあるような。どれどれ？これダイナマイトじゃ！何？なぜそんなものがこんなところに？それが私が探していた窃盗団の爆弾よ。ダイナマイトっすか。どうするっすこれ。爆発するっす。落ち着くのだ、糸のこぎり刑事。火の気がなければ爆発はしない。そうよ。まずカバンを置くのよ。その屋台の上に。手が震えるっす。あ、カバンがなんかレバーに引っかかったっす。なあ、それダメだって。火がだからダメだって。なんでそんなところから火が出るのよ。ダイナマイトに燃え移るぞ。いかん、早く逃げるんだ。